はいよ、マイケルおばちゃんです。前回の動画でキンパを作った時に同時進行だった米麹作りの部分の動画同です。時に米麹も今作ろうと思っていろいろと準備、こんな感じでたくさん浸水して水を十分に切ったお米も準備できて、これからインスタントポットに投入するところです。成功するかな。一応 Amazon でこれを買ってあるので、それを使います。そんな感じですね。なんかね、ドキドキしてるんですよ。やってみます。お米は均一に広げる。お米を蒸す。100cc ほどの水を入れて、そして、これを入れて、蒸しムラをなくすため、お米を均一に広げる。いいですか？緊張する。プレッシャークックを押して、ハイプレッシャーになっていることを確認して、30で、ノーマルモードってなんだろう。ノーマルモードってのは私にはありませんね。だからプレッシャーで、ハイで30分で。これでいいはずです。ここもプレッシャー。入れときます。30分経ったら10分蒸らしてクイックリリースです。はい。加圧調理30分間終わってから10分経ったのでクイックリリースです。ドキドキの瞬間です。何をしてるか自分で分かってないので、こんな感じで米の芯が残らない状態で指先でねじった時に弾力があって固めのもちもちしたなんでお米の芯が残らない状態で指先でねじった時に弾力があって固めのもちもち。そう言われてみればそんな気がするし、わかんないよ。清潔な布、清潔にしたよ。今簡単に乗せちゃってるから、これを清潔がどれくらい保たれてるか不安ですけど、これを今じゃあ何枚これやってんのか。40から45まで冷ます。OK。その40から45の間になるまでちょっと待ちます。ただいまの温度こんぐらい。子供を迎えに行かなきゃいけなくてね、留守にしてたので焦ってたの。茶こしを使ってって言ってるけど、私ね粉にできませんでした。ダメ、そんないい加減じゃ。でもさ、そういう人がいるかもしれないからさ、やっていくよ。これで少しは使うじゃん。これはつけとかなきゃ。お米の温度を45度以下まで下げて、清潔な手で輪ゴムでギュッとこれを輪ゴムでギュッとして、その上からさらに木綿のさらしがないので、これでいいと思います。はい。さらにこれで包んで湿度を上げるために内側に少し水を入れてます。はい。少し水を入れて、でこれを入れて 100cc くらい入れて、ざるを入れて、これを入れたので、これで包んで蓋はきっちり閉めなくてもヨーグルト機能をスタート。フェイスタオルを1枚かけて、じゃあフェイスタオルもう1枚焦ってきた。で蓋をヨーグルトを押す。モードはノーマルでプラスをしてタイマーを20時間。ちょっと待ってね。お見せしませんでした。ヨーグルトにして20時間のタイマーセットしました。ヨーグルトね。はい。20時間これから放置します。
日目です。米麹作りの2日目です。で、20時間経過してヨーグルトが出来上がったよと、ヨーグルトじゃないんだけどっていうピー音が鳴りました。ドキドキします。今ですね、2日目の麹の手入れ1回目というのをやります。手入れは上がりすぎたお米の、なんていうのこれ、貧温度を下げるために手でほぐす作業のことです。一次発酵で約20時間発酵させた直後の温度は40から42度が理想。そのお米を38度まで下げるのが目的だそうです。菌がお米にまとわりつき、栗のような、わかんないな、お米の粒を一つずつ手でほぐして、本当はまだ結構温かいものなんですね。お米の粒に白い。結構触った時の感触は硬いんだけど、これでいいのかな全然わかんないから、もうね、何やってるかわかんない時って一番怖いんですよね。首っぽいかな、カビかな、黙々とやってますが、まあいい感じなんじゃないかなと私は分かんないんだけど、硬さが一番分かんないですが、全体に菌がついてるっぽいから増殖したということではないでしょうか。はい、やばいよ、温度下がってきちゃったから焦ってます。とりあえず今度は包み込まずにベッドでねんねと書いてあるんだけど、こんな風に中には 100cc 程度の水がまた足されてて、ですっぽり入る小さいザル、ダイソーで買ったの、それが入ってて、さらにその上にというか結構すっぽり入っちゃってるんだけど、このサイズのタッパーがあったので、こうしてこの蓋はさ、水蒸気が落ちないようになんだって。ヨーグルトにしてここを12時間にする。タオルを1枚かけて蓋をかぶせる。よし、これで OK なはず。これから2次発酵入ります。ふと思ったんですけど、12時間のタイマーでセットしてスタートしましたよね。今午後の2時半なんですよ。ってことは夜中の2時半？夜中の2時半？無理よね。だから多分12時ぐらいにやる感じかなと思います。二次発酵することによって、さっきよりもさらにしっかり固まって菌のお花も咲くんだそうです。で、それを優しくまた一粒ずつになるように指先で揉むようにして38度くらいに下げて、ほとんどの米粒に白く菌がまとわりついているとはず。で、また戻して3次発酵。どうしよう。これ成功したらすっごい嬉しいんですけど、今までもうもったいないからとかってできなかった塩麹とかもガンガンできるし、頑張ります。言いついてっていいですか？それぞれの人生で見つけた大きな愛、2時間スペシャル。3次発酵が終わったところです。ドキドキの開封になります。おはよう。なんていうの？カビ？これでできていますでしょうか？米麹作りが初めて、これでちゃんと正しく成功したのかもちょっと。でもそうね、ブロックになるって書いてあったから、ブロックにはなってる。でこんな感じで、でも一個一個が真っ白かって言ったら、最初の発酵よりはほとんどが真っ白になったけど、一個一個がそうですかって言われたらちょっとわからない。何をしたら成功ってわかるんだかわからないとか言って。でも参考にしたチュートリアルの動画とはこの辺は似てますから、多分成功なんだと思うんだけど、この感じ、ボロボロ加減とか最初のブロック加減とか、匂いはなんとも言えない匂いですけど、さあ容器を探さないと。ジップロックでいいか。というわけで初の米麹作り、
成功したのかわかんないんですよ、本当に。とりあえず容器がないので、今はジップロックに入れて、このまま冷凍庫に入れようと思うんだけど、インスタントポットから出した直後はすごいなんかもうバチって固まってふわふわしたカビとかも、カビって言わないの？花が咲く米の花がいっぱいくっついてたけど、ポロポロってほぐしたらもうなんかこんな感じで、これでいいんでしょうかっていうのがもうわかんないんですよ。詳しい方、もしご覧になっていってアドバイスあったら教えてください。とりあえずはこれは一旦終了で、自家製米麹初体験動画でした。じゃあまたこの後も個人的なイベントは続きますので、動画でまとめていきたいと思います。では次の動画までバイ。